他にもね14音めっちゃいいのがあるから、ちょっとぜひ使ってみてくださいだ。めっちゃ噛んだ。もう一回いきます。すいませんでした。はい、皆さんこんにちは。車の大自然過去化シロピーです。はい、今回はね G 音ですよ。 G 音覚えてるかな。結構前ランボルギーニの動画を上げた時にでっかいね日陰用タオルを使って、これマジすごいマジ吸収するっていうね動画をちょっと撮ったんだけど、今回はねG 音は他にもいろいろすごいのあるぞといろいろコメントがあったので、バスプラスっていうねカーシャンプー撥水シャンプーなんだけど、これをね使ってちょっと洗車をしてみたいと思います。で他にもね僕持ってるんですよ。これもう結構ないんだけどウェットコートこれとかも結構愛用してるので、今回はバスプラスちょっと紹介したいなと思います。さあ早速外レッツゴー。はい、そしたらね外にやってきました。で今回使うのはこのバスプラスっていう商品になります。でこれ何かっていうと、ちょっとねネットで調べたんだよね。ちょっと覚えきれなかったんだけど、要はねこれは洗車用カーシャンプーに撥水能力をプラスしたワックスインシャンプーになります。でpH 中性洗剤を使用しているので、車に優しく洗いながら撥水効果も実感できる。で洗車するたびにクォーツ皮膜を生成し、ツヤと撥水効果を発揮します。なるほどね。で水と酸素を化学反応させ6週間の撥水効果を持続させます。6週間ということは、1ヶ月ちょい1ヶ月半ぐらいは効果があると。で使用方法なんだけど、軽自動車の場合は水2リットルに対して10ミリリットル入れると。でワゴンの場合は3リットルに対して10ミリリットル。これの量は変わんないんだね。希釈する率が高くなってるということなので、実際に使ってみたいと思います。はい、そしたらまず作っていきます。でこれね通常ね 10ml 10cc の計量カップがついてくる、計量スプーンがついてくるみたいなんだけど、僕買ったらねなぜかついてこなかったので、ちょっとこれを使って 10cc10ml 入れていきます。でこれね開ける時ね結構コツがあるんだけど、このままだと開かないんだよね、ぐるぐる回しても。これを結構強く押し込みながら開ける。そうすると開きます。匂いはねなんだろう、そんな変でもないけど、なんかよくわからん匂い、いい匂いではない。プラスチックっぽいって言ったらちょっと変だけど、でこれに10、20入れよう。ちょっと倍作ろう、リッチだから。 OK、 だいたい20ぐらい入りました。バケツに入れます。結構ねシャバシャバだね。そしたらちょっとジェットで泡立てていきます。そうだよね、もうこの時点でねちょっとね泡立ちは微妙です。6リッターだから結構入れるな。今、4ぐらい入ったかな。結構入ってるわ。 OK かな。泡を細かくすると、もうね細かいっていうことは泡立ちがそんな良くないで、こんな感じだね。ちょっとペシャペシャな感じ。水が多く入ってるからってわけじゃない。結構ね適量入ってると思うんだよね。けどこの前にねマグワイアーズのカーシャンプーやってるんだけど、それと比べるとね、この泡立ちはねちょっと若干微妙、しょぼい。でこれはね撥水効果があるからもうしょうがない。これはもう当たり前のこと。撥水効果がすごいあって泡立ちもやばいっていう商品まだね出会ったことないから、これは僕はしょうがないと思う。そしたらこれで洗車をしていきます。そしたら現状ちょっと水をかけます。わかるかな、カメラで映ってるかな。わかる？結構分かりにくいね。撥水はねそんなしてない、正直。もっと近くで見てみよう。この辺まで来ればわかんのかな。まだ水がねペチャペチャ残ってるような状態。撥水はしてない。そしたらちょっと洗ってきます。でスポンジ、これね今回新しいやつシュワラスターのスポンジ買ってきました。理由は撥水系だからいつも使ってるムートンを使いたくないと。ケバケバが取れる可能性もあるのでスポンジにしました。でスポンジの中でも個人的に一番好きなねこのシュワラスターのこのスポンジを使います。もう一回ちょっと水かけて、で泡ちょっとすくってみるよ。いくよ。はい、こんな感じ。泡っていう泡はねない。なんかね炭酸みたいなシュパシュパ言ってるんだけど、泡泡って感じではないですね。じゃあ洗ってきます。でちなみにこれもう窓ガラスいきなりいってるんだけど、窓ガラスは OK みたい。なんかその場所を選ばず使えるっていう感じですね。結構ね撥水系のシャンプーってガラスには使えないとか結構あるんだよね。けどこれはそんなことない。どこにでも使えるとおっしゃっておりました。撥水してるね。 OK、 洗い流そう。
あ、すごいすごい。あ、すごいわ。ちょっと近くで見よう。はい、わかるかな。水かけます。この辺はねもう一体洗車してあります。でまあ近くでかけてもだってもう瞬時になくなる。要はあれだね、撥水だね。素晴らしい。ガラスもいいね。特にこれといって問題はないかな。全体的なやつで見るとわかるかな。いくよ。はい、こんな感じ。悪くないね。そしたら側面も洗ってっちゃいます。現状ねこんな感じ。もうこれで見ればわかるんだけど、泡はねほんと少ない。泡立ちっていうのはもう皆無。じゃあ洗い流す。あ、すごいやん、ほら。あ、すごいすごい。あ、すごいわ。なんだろう、個人的にはこれで洗ってくっていうよりはコーティングに近いね。一回他のカーシャンプーで洗い流してからこれでちゃちゃっとコーティングをしていくっていう感じでもいいね。ほら、あ、すごい。ガラスもいい感じに撥水してるし、やばいね。で続いてこれウエットコート。これも結構使ってあるんだけど、これをね使うとさらに効果が持続すると。3ヶ月ぐらいの耐久になるのかな。これを使ってみたいと思います。でこれねもう今ちょっと撥水しちゃってんだけど、これもう全然撥水してないところでやるとマジビビるぐらいの反応がある。で使い方はこうもう濡れてる状態でこれをプシュプシュしてって、プシュプシュね、プシュプシュしてってもうすぐに洗い流していくだけ。超簡単で、これの撥水がまあどれだけ変わってくるのかっていうのも見たかったね。じゃあいきます。あ、出てきた。はい、こういう感じでこれもガラスに使います。もうこの時点ですごくない？あ、やばいね。ちょっと残るの嫌なんでジェットでこっち行こう。超簡単。これなんか輝きも変わった。すごいわやっぱり。いくよ。これウェットコートやった後ね、こういった感じ。すごいね。ま、撥水だね。完全に疎水ではない。まあ、遠くからちょっとやってみると結構今離れてるね。霧まではいかないけどこういった感じ。はい、あとはねこれ G オンのシルクドライヤーで拭き上げて終わりですよ。やばいね。これ魔法瓶みたい。すごいよ本当に。これを乗っける。はい、どう？一撃。すごいね。早い。素晴らしい。この辺もちゃちゃっと拭いちゃって OK。 あと下の方を拭いて終わり。サイド OK。 そしたら続いてボンネット。ちょっとここをね一連の流れでいきたいと思います。はい、まず水かける。バスプラス。もう泡という泡はありません。バスプラスには。はい、撥水してる。素晴らしい。で続いてウェットコート。これね、はい、かけるだけ。あと流す。はい、でシャワー、撥水、見る。いやーすごい、マジすごい。そしたら G オンのタオルで拭き上げる。完了。はい、といった感じでね動画の方以上になります。で今回ねこちら G オンのバスプラスとウェットコートを使ってみました。でこのバスプラス、まあ素晴らしい。撥水してたわ。でこのウェットコートもさらに素晴らしい。もう超簡単。ワックスとかでめんどくさいなっていう人はもうこれ超おすすめ。けどねまあそこはねまあ好き嫌いもあるし、ワックスの手作業がまたいいっていう人もいるので、そこはまあ好みにお任せします。でこのねバスプラスなんだけど、これ 400ml で約ね3500円ぐらいするんだよね。ちょっと高いんだけど1回の使用量が 10ml で40回使えるって考えると1回の洗車で100円以下、90円80何円ぐらい
なのではちゃめちゃに高いっていう感じはしないのかな、そう考えれば。なのでね結構おすすめです。でこれねお得セットみたいな、このセットになってるやつ、もうちょいちっちゃいのがセットになってるやつも販売されているので、気になった方はねそのセットを買ってみるのもいいんじゃないのかなと思います。なので気になった方はぜひ G4 バスプラス調べてみてください。あとそれとね泡はね本当立たないか、泡出さない、そこはね理解しといてもらいたい。全く立たないっていうわけじゃないんだけど、やっぱね撥水効果がある分炭酸に近いっていうか、もうほんとシャバシャバな感じ。それはもうねしょうがないので、そこは妥協ではないけど、一回他のシャンプーを使ってから使うとか、そういうね使い方はするのもありだと思います。はい、疲れました。ということで今回動画は以上になります。洗車用品まだまだ続けていくのでチャンネル登録お願いします。それでは今回の動画いいねと思ったら、もう先にやっちゃったこれはい、グッドボタンお願いします。それではまた来週。